こんにちは。TTS の川本です。この動画では近年話題のガウシャンスプラッティングについて実演解説します。ガウシャンスプラッティングは非常に面白くて革新的な技術ですが、誤解されている部分も多いと感じています。特に SFM-MVS との違いや 3D モデルを作る技術としての位置づけについて正しく理解する必要があります。今回はそのあたりを技術的に整理しつつ、産業分野での活用先について考えてみようと思います。よろしくお願いします。ガウシャンスプラッティングはスマホアプリで体験することができます。以前の動画でご紹介したスキャニバースやキリエンジンにもガウシャンスプラッティングの機能がありますが、今回はルマ AI を使います。個人的にはガウシャンスプラッティングを非常に早い段階で実用化し、現在のムーブメントを作った代表的なアプリの一つだと思っています。では実際に使ってみます。私のヘルメットをスキャンしてみます。アプリのガイドに従って対象物の周囲から写真を撮っていきます。撮影が終わると画像が制作元のサーバーにアップロードされます。少し待つとモデルが作成されました。出来上がったモデルをクラウドコンペアで閲覧しています。SFM-MVS と同様にテクスチャ付きで見た目がとても綺麗です。今行ったオペレーションはスキャニバースやキリエンジンを使った SFM-MVS の処理と非常によく似ています。このためガウシャンスプラッティングを写真から 3D モデルを作る技術と理解している方が多いのではないかと思います。しかし、ガウシャンスプラッティングの本来の目的は SFM-MVS とは少し異なります。以後ではこの点を掘り下げていきます。ガウシャンスプラッティングについて誤解が生じやすい理由の一つに、ルマ AI を含む多くの市販アプリが当たり前のようにメッシュモデルを出力してくれることがあると思います。しかし実は、オリジナルのガウシャンスプラッティングにメッシュ生成機能はありません。ガウシャンスプラッティングは2023年にフランスのコートダジュール大学を中心とした研究グループから発表され、GitHub 上でソースコードが公開されています。実際にクローンして処理を行ってみると、出力されるプライファイルを一般的な 3D ビューアーで表示しても、綺麗なサービスモデルには見えません。専用のインタラクティブビューアーを使うことで初めてリアルな 3D ビューを閲覧できます。ただその体験は 3D モデルを眺めるというより、撮影した空間の中に入る感覚に近いです。このようにガウシャンスプラッティングは特定対象物の 3D メッシュモデルを作ることを主目的とした技術ではありません。実際、オリジナルレポジトリの議論の中でも 3D メッシュ生成は主目的ではないという趣旨のコメントが開発者側から出ています。ガウシャンスプラッティングは NARF 系統の技術として扱われることが多いです。NARF は多数の写真からその場に存在しない任意の視点からの画像を推定する技術で、専門的には新視点画像生成と呼ばれます。これは本チャンネルでも紹介している360度カメラの拡張と捉えると理解しやすいです。VR 動画では視線方向は変えられますが、視点位置は変えられません。撮影を行ったカメラの位置に拘束されます。Google ストリートビューで青い線の上しか移動できないのと同じです。これを拡張して仮想空間の中を視点を含めて自由に動けるようになるのが NARF であり、ガウシアンスプラッティングです。バーチャルリアリティやオーグメントリアリティでの活躍が期待できます。少しだけ技術的な話をすると、NARF は大規模なニューラルネットワークを使って仮想空間の全体を表現します。一方、ガウシアンスプラッティングは3次元空間上に配置したガウシアンを直接最適化することで高速化を実現しています。事実として、ルマ AI を含む多くのアプリがメッシュモデルを出力してくれます。つまり、ガウシアンスプラッティング由来の情報から
何らかの形でサービスを推定していると考えられます。そこには非常に高度な工夫があると思うのですが、注意が必要なのは、生成された点群やメッシュを測定データと呼べるかという点です。デジタル技術を使った測定には、多かれ少なかれ統計的処理が含まれます。どこまでを測定器と呼ぶかを明確に線引きするのは難しいです。しかし、ガウシアンスプラッティングと SFM-MVS を比較した場合、幾何計測という観点では SFM-MVS の方が測定器的だと考えられます。少なくとも測定用途のメッシュ生成において積極的にガウシアンスプラッティングを選ぶ理由は少ないと思います。試しにルマ AI を使って取得したモデルをスキャニバースの SFM-MVS 機能で作ったモデルと比較してみます。使用している画像や処理アプリが異なるため、あくまで定性的な比較になります。一見すると、ルマ AI 側のモデルの方が細かい形状を表現できているように見えます。これは、ルマ AI がクラウド側の計算資源を利用して、高密度な最適化を行っている影響もあると考えられます。一般的にガウシアンスプラッティング系の技術は寸法精度よりも見た目の自然さを重視するケースが多くなります。出来上がったモデルが滑らかで自然に見える一方、幾何的には丸みを帯びた印象になる場合があります。ガウシャンスプラッティングと SFM-MVS には共通部分もあります。SFM-MVS ではまず SFM によって各写真の撮像位置を推定し、その後 MVS で高密度な 3D モデルを生成します。ガウシアンスプラッティングについても、撮像位置推定部分には SFM が使われています。つまり SFM の結果をベースにサービスモデルを作るのが SFM-MVS。任意視点画像生成を行うのがガウシアンスプラッティングという整理ができます。このようにガウシアンスプラッティングはメッシュ生成技術というよりナーフ系統の画像生成技術と捉えた方が本質に近いと思います。最後にガウシアンスプラッティングの活用先について考えます。ガウシアンスプラッティングの主要とはナーフと同様にバーチャル空間の構築だと考えられます。先ほど Google ストリートビューの青い線から自由になれるという話をしました。将来的には有名観光地や建築物などがより自由に移動可能な形でバーチャル化されていくかもしれません。バーチャル空間での疑似体験は今後さらに発展していくと思います。今申し上げた例はエンタメ寄りですが、産業用途でも可能性があると考えています。個人的に可能性を感じているのがコンピュータービジョン向け学習データ生成です。ロボット開発ではロボットに搭載したカメラから見える画像を大量に使って学習するケースがあります。しかし、現実世界の画像収集は非常に大変です。このため、NVIDIA Omniverse などを使ってデジタルツインを構築し、仮想空間から学習画像をレンタリングすることが広く行われています。3D モデルを使ったデジタルツイン構築では、メッシュモデルを作る工程が大変です。しかし、ガウシアンスプラッティングであれば、画像撮影だけで空間を取り込める可能性があります。例えばアクションカメラで工場内を撮影し、ガウシアンスプラッティングを一晩計算することで、翌日には学習画像生成環境ができているという使い方は十分あり得ると思います。このように、ガウシアンスプラッティングは精密計測というより、現実空間の見え方を高品質に保存する技術として活用するといいと思います。この動画ではガウシアンスプラッティングについて解説しました。ガウシアンスプラッティングは比較的新しい技術ですが、すでに一般向けアプリも普及し始めています。急速な普及の反面、誤解が生まれている部分もあると思います。ガウシアンスプラッティングをメッシュ生成技術としてではなく、任意視点画像生成技術として理解することがとても重要だと思います。ガウシアンスプラッティングと SFM-MVS には共通部分も多いため、今後さらに融合していく可能性もあると思います。
TTS テックラボでは、単なる流行技術の紹介ではなく、産業分野における私たちの経験をベースに、現場目線に立って技術を整理、解説してまいります。今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。